こんにちは、加納塩梅です。皆さん、この着物付け下げだと思いますか？それとも訪問着だと思いますか？答えは付け下げでもあり、訪問着でもあるんです。何言ってんのって思った？でも本当なのよ。この着物、店頭で販売されてる時は訪問着として売られてたんだけれども、仕立て上げた後は付け下げのクラスで着るんだから。付け下げと訪問着の見分け方っていろいろあるけれど、実際は例外がたくさんあって混乱するだけなのよね。例えば襟から肩にかけて柄がつながっているのが訪問着とか、肩から袖にかけて柄がつながっているのが訪問着っていうのがあるけれど、この着物、襟と肩に柄がないでしょ。襟や肩に柄がない訪問着もあるし、柄があっても袖とつながっていない訪問着もあるしね。他にも訪問着は裾の柄がつながっているっていうのがあるんだけど、付け下げ訪問着って言って裾の柄がつながっていない付け下げもあるのよ。だからこの着物をパッと見ただけなら付け下げ訪問着っていうのが一番多いんじゃないかしら。でもね、訪問着は友八掛って言ってこうやって表地と同じ生地が八掛になってるの。八掛にも絞り染めがあって素敵でしょ。ただ作家さんによってはデザインにこだわって付け下げに友八掛を作る方もいるわ。それに裾の裏を見ないとわからない基準だから、他の人にはほぼわからないわよ。はっきり言って仕立て上がった着物に対して付け下げか訪問着かっていう議論はあんまり意味ないの。典型的な訪問着や典型的な付け下げを見たことがあれば、見た目の印象で付け下げか訪問着か判断すればいいだけだから。判断できない柄行きなら付け下げとしても訪問着としても使えるっていうだけのこと。ちなみに仕立て前の違いは割と分かりやすいのよ。付け下げは反物のまま絵付けがされていて、反物のまま売られてるの。訪問着は仮絵刃仕立てって言って着物の形に仮仕立てしてから絵付けがされて、販売時にも仕立て上がった時のイメージが使いやすいように仮絵刃仕立てのまま売られているの。最近じゃ付け下げでも仕立て上がりのイメージがしやすいように絵刃仕立てで売られてるのもあるから、それだけで見分けようとしてもやっぱし例外はあるんだけどね。そもそも訪問着と付け下げの違いを知りたいっていうのは TPO に合った着物を選択するためでしょ。結局はその場にいる方々がこの着物を見てどう判断するかっていうことだから、パッと見の違いで判断するのが理にかなってんのよ。結局のところ訪問着を選ぶか付け下げを選ぶかっていうのは華やかさを求められているのか控えめさが求められているのかっていう違いだけなんだし、いくらこの着物が訪問着として売られていたからって結婚式にはなんか違うなってわかるでしょ。ダークカラーでかなり控えめな訪問着より明るい色で華やかな絵柄の付け下げの方が結婚式っぽいじゃない。別にこの着物を結婚式に絶対着てっちゃダメってことじゃないの。華やかで明るい色の着物が苦手で着たくないっていう人もいるだろうし、持っている着物でこの着物が一番華やかで結婚式といってもレストランで行わないようなカジュアルなものだったら格式を求められるわけじゃないしね。結婚式に着ていくには珍しいタイプの着物だから個性的な方だなっていう印象になるけどね。パッと見て控えめな印象なら販売時訪問着だったとしても付け下げ感覚で着る。パッと見て華やかなら販売時付け下げだったとしても訪問着感覚で着る。結局そんなもんよ。販売員さんが知識として付け下げと訪問着の違いをいろいろ知っていることって大切だけど、実用っていう観点からであればパッと見の印象を判断基準にするのが一番。この着物、桜の地紋の丹後ちりめんで絞り染めのラインがつながっていて後ろ姿がメインになるの。
粋な感じだと思わない？ただ私の中で訪問着っていう位置づけだったから、晴れ舞台でないんだけれどもちょっと特別な日、お正月の集まりや同窓会にしか来てこなかったの。だから出番はね、1回あるかないかだったのよ。でもよく考えたら少し改まった席にも着ていけて、普段のおしゃれ着としても着れるっていう万能な着物として売り子さんは勧めてくれたんだと思うの。意識の中で格上げしすぎちゃったから着用シーンが限られちゃったのよ。訪問着が大好きで普段のおしゃれ着として訪問着を着ている方もいっぱいいるし、結局のところおしゃれ着なら着物の額は関係ない。好きな時に好きなものを着ればいいだけ。楽しんだもの勝ちなのよね。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。